どうもこんにちは。今日は自分用に作った黒い靴が完成しましたので、どんな靴になったのかご紹介したいと思います。動画の撮影前、完成にテンションが上がって自分で眺めてしまってなかなか撮影が始められないというぐらい、自分で言うのもなんなんですけど、すごくいいものと感動するレベルのものが仕上がりましたので、どうにかこの動画でそのかっこよさをお届けできたらと思います。今回制作した靴はこちらの黒い靴です。シンプルなストレートチップの靴です。今年の秋頃に僕の姉の結婚式が控えてまして、それ用に今後も履ける黒いシンプルなストレートチップの靴を作りました。まずはいつものようにデザインとこだわりを解説していきます。シンプルな黒のストレートチップです。もう革靴のど真ん中、王道のデザインですね。先日フィッティングシューズをストレートチップで作りました。その型紙を使ってます。ただ一つ違うのは、フィッティングシューズはカウンターパーツを入れてたんですけど、この靴はカウンターはなしでヒールパーツは1枚シームレスヒールになっています。革はフランスアノネイのボックスカーフを使いました。ただこの革なんですけど、現行のアノネイのボックスカーフではなく、もう少し古いもので、現行のものよりさらに透明感があって革がよりしなやかな感じがします。木型は以前茶色のセミブローグの靴を作ったものを修正して使ってます。つま先がセミブローグと同じくセミスクエアでは、もう少し細部見ていきます。ラシ縫いは僕がドレッシーな仕様の時に通常使用しているウィール SPI12 です。約 2mm 間隔のステッチを縫ってあります。またウエスト部分はベベルドウエスト仕様、ソール部分がアッパーにしっかり密着しています。ヒールは先ほども紹介した通り継ぎ目のないシームレスヒールになっています。ソールは今回実用的な仕様にしました。控えている姉の結婚式もそうなんですが、冠婚葬祭っていうのは日にちが決まっていて避けられないイベントですよね。なので雨が降っていても履けるようにかかとはオールラバーにして、ソールにはハーフラバーを貼りました。つま先にはヴィンテージシールを装着しています。ただソールはベベルドウエストで絞ってますので、ハーフラバーを装着してもエレガントな印象があります。今まで自分用に黒い靴ってほとんど作ったことがなくて、やっと黒い靴が完成したので、冠婚葬祭だけでなく普段履きとしても履いていきたいと思います。で、今回の動画見てくださってる方、気になってるのはもちろん靴もね気になってくれてるとは思うんですが、シューツリーですよね。もう今回シューツリーはスペシャル中のスペシャルです。僕はこれ24時間見てられるんじゃないかなぐらい、もうテンションが上がってます。シューツリーは今回もこの靴にぴったり合うように自作したんですが、仕上げが凄まじいです。こちらです。やばすぎちょっとやばすぎるんですよ。今回2ピースシューツリーの仕上げは漆にしました言葉が出ないです。シューツリーの加工はいつも通り自分でやりました。その後、新潟の村上市にあります村上木彫り追朱という伝統工芸の職人さんに漆を塗っていただきました。この村上木彫り追朱、新潟県指定の無形文化財、さらに国指定の伝統工芸品です。村上木彫り追朱の名の通り、器に繊細な動植物の木彫りを施す技法が特徴的です。また村上木彫り追朱の追朱という言葉は、対には重ねるという意味がありまして、木彫り追朱というのは木彫りをした器に赤い漆を塗り重ねていって美しく仕上げるという、そんな伝統工芸品です。今回依頼した村上木彫り追朱の職人さんは、ご自身で木彫りもされるし、ご自身で塗りもやられるという方で、今回はちょっと木彫りはなかったんですけど、塗りをやっていただきました。本当に素晴らしいですね。この漆塗りシューツリー、こだわりが実はかなり詰まってますので、こちらもご紹介します。村上木彫り追朱には塗りの技法がいくつかあります。今回塗っていただいたのは追朱とため塗りという技法です。まず追朱、この赤い部分ですね。この部分はまさに漆と聞いてイメージする朱色です。で、村上木彫り追朱の特徴として艶消し仕上げというのがあります。木彫りをして漆を塗り重ねて仕上げに艶消しの工程が入るそうです。見ていただくと分かるんですけど、ピカピカというよりは少しマットな感じがあるのが分かると思います。ここは革靴と同じで、このマットな質感っていうのは使い込むと透明なツヤ感が出てきて、この
朱色の発色がさらに美しく輝いてくるという、たまらんですね。そういった追試の技法と、こちら溜め塗りです。これ一見黒に見えるんですけど、実は黒じゃないんですね。光にかざすと赤っぽく透けてるのがわかると思います。これは追試、こちらの赤い塗りを施した後に半透明の黒い漆を塗り重ねることで、赤色が黒の奥に透けて見えるという技法です。追試をした後にさらに溜め塗りを施すので、かなり手間のかかる技法だそうです。暗いところだとほぼ黒です。なのに光にかざすと赤が透けて見えるという、これ映像でももちろんわかると思うんですけど、実物のオーラはより凄まじいものがあります。今回はこれを塗っていただいた職人さんのアイデアで、外側が溜め塗り、内部が追試というデザインにしていただきました。底面まで全部溜め塗りです。やばいです。めちゃめちゃ光沢があるので指紋がつきやすいんですけど、布で拭くと凄まじい光沢です。この深みと透明感のある光沢は漆を何度も塗り重ねて磨き上げることで生まれるそうです。でこうやってちょっとぶつけるとこういう音がします。これ漆塗ってるからこういう音がするんですよ。漆って乾燥すると硬くなります。かなり硬くなります。塗り終えた直後よりも時間が経つにつれてどんどん硬くなるそうなんですけど、もともとこの木は木型にも使う木なのでかなり丈夫で硬いです。釘を釣り込みでガンガン打てるし、表面を釣り込みの時にガンガン叩いても全くへこまない木なんですけど、そこからさらに漆によって硬くなってて不思議なんですけど、こう触るとなんていうか硬さが分かるというか、普段のシューツリーの質感と全く違ったものになっています。こちらの漆仕上げのシューツリー、意外とシューツリーとして優れてるなと思うポイントがあります。まず一つ目は漆の抗菌作用ですね。漆は抗菌作用があるそうで、もちろん器とかに使うことで抗菌作用っていうのは発揮されると思うんですけど、靴の中に発生した雑菌なども抑えられるんじゃないかと、これは予想ですけど思ってます。ただ表面を完全に漆で覆ってるので、シューツリー自体の革靴の中の水分吸収能力みたいなのはないんですが、そこは個人的には全然問題ないかなと思ってます。でこの溜め塗りなんですけど、追試の上に黒い漆が塗ってあります。これが使い込むと徐々に擦れて奥にある赤色が少しずつ出てくるらしいんですね。なのでこのシューツリーを靴に出し入れすることで、このシューツリーも共にエイジングが楽しめるというか、この長く使ってエイジングを楽しむ革という素材と同じようにエイジングする漆という素材、似てるなと思うところがあります。またこの追試の部分、先ほどもご紹介したんですけど、使うとツヤが増していくそうです。今回このシューツリーのデザインではこの部分はこう指で引っ掛ける部分であまり擦れる場所ではないんですけど、この指で引っ掛けるあたりがおそらくツヤが出てくるんじゃないかなと非常に楽しみにしています。ではこの素晴らしいシューツリーを靴の中に入れます。紐がぴっちり締まってると入らないので少し緩めます。はい、シューツリー入れるとこんな感じです。どうでしょう。めちゃめちゃかっこいいと思います。この真っ黒の靴の中に赤いシューツリーが見えるというね。革靴というのはもともと日本のものではないんですが、こうやって漆の朱色が見えるだけでどこか日本の美みたいな、そういう雰囲気が漂ってくる気がします。こうしてシューツリー入れてしまうと溜め塗りの部分っていうのはほとんどこの部分以外見えなくなっちゃうんですけど、その代わり今度はこの黒いボックスカーフのツヤが楽しめるという、なんていうか僕がこの革靴作り、作品作りというところで目指していたものがなんか実現できているような気がして、本当になんかワクワクが止まりません。僕はケシュザワークとしてずっとシューツリーの制作にも結構こだわってて、シューツリーと靴の一体感、シューツリーまで含めて作品っていうところに結構こだわってるんですが、今回のこのストレートチップの黒い靴とこの漆塗りのシューツリーっていうのはまさにそういうところにバッチリフィットしてる気がします。ということで自分用に制作した黒いストレートチップの靴と村上木彫り追試の職人さんに塗っていただいたシューツリー紹介しました。本当にこの靴とシューツリーを皆さんにご紹介できるのを楽しみにしてました。
このシューツリーは秋に行う展示会でも展示する予定なので、気になる方はぜひ見に来てください。もう本当に実物ぜひ見てほしいです。映像で伝わる3倍ぐらい4倍ぐらいかな、オーラ迫力があると思います。またこのシューツリーなんですけど、ティッシュザワークのビスポークのオプションとして用意できないかなと考えてます。今回この漆塗りは外側が溜め塗りで、内側が追朱という技法で塗っていただきました。その他にも全面追朱だったりとか、あとは全面追黒という朱じゃなくて黒ですね、全面黒い漆だとか、あとは木漆といって顔料の入ってない、こう仕上げると茶色くなるものもあるので、これだけのものなのでシューツリーの制作代も結構金額かかってしまうんですが、それでも欲しいという方にはご用意できるような形で考えてます。後々お知らせしたいと思います。普段僕靴職人として一人で制作してるんですが、以前ブリフトワッシュに行って靴磨き職人の方に靴を磨いてもらったり、今回のように漆の職人さんに塗りをお願いしたりと、他の職人さんとの関わりで世界が広がっていくような気がして、このシューツリーとか靴磨きも含めいろんなことがやっていけたらなと思ってます。概要欄に村上木彫り追朱についていくつかリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。この塗りの技法いくつかありまして、今回のような追朱や溜め塗り以外にも何種類かの色を塗り重ねて、それを削り出して色彩豊かな彫りを施すとか、あとは塗りの最中に金箔を貼ってそれを磨き上げることで漆の奥に金箔が見えるとか、いった素晴らしい技術があることを僕も今回初めて知ったので、ぜひ皆さんにも知っていただけたらなと思います。ということで本日の革靴の件でした。